プレイヤーとして正直売れる未来があんまり描けない。選ばれる大義名分って何かあるかなってなった時に、どうぞ。はい、お願いいたします。はい、よろしくお願いします。いやいや、閉めんのかい。いや何やってんの今工場ですね。今。出たー、たまにいるんだよな、工場でイケメンがいるのよ、工場に。3期の時もうわやっべえと思ってましたけど、多分4期が一番やばいかもしれないです。目線だったり仕草だったりを、徹底的に観察して。面白くないね全然。今の話は素敵な話だと思うんだけど、あまり面白くはないかなと。そんなの勝手にやってくれって話なんだけど、過去一ないかなと。過去一なし。あ、そうなんだ。よろしく。よろしくお願いします。失礼します。自己紹介お願いします。自己紹介お願いします。静岡県から来ました佐原左門と言います。よろしくお願いします。本名かっこいいね。はい、本名です。でもなんかさ、顔は悪くないよね。そうですね。なんか普通にホスト受けしそうな、なんかホスト受けっていうか、なんかマーケット受けしそうな感じはするわ。何やってんの今。今工場ですね。出たー、たまにいるんだよな、工場でイケメンがいるのよ、工場に。何作ってんの。電車の部品作る JR の。ちょっと顔見せてもらっていいですか。ああ、なるほどなるほど。なるほどって何。いやいやキリッとしてる。どういう顔なんだろう。顔は確かに悪くはない。やっぱちょっと恥ずかしがり屋、シャイ。そうです。ちょっと今そうですね。シャイな方。そうです。はい。俺だって徳川さんだって、まあ普通にヘルプの席で面白いことやってよって言われたら、まあ俺ら結構やるわけよ。そうは思ってないみたいだぞ。ああ、そうか、俺の勘違いだよ。いやー、いいんだ。ディラン・マッケが受けているようだ。クレイジーボーイ。やっぱやらないだけで気まずくなるとか、恥ずかしがってるその時間が長ければ長いほど変な感じになるとかさ、そういう卓の空気を読むっていうのがすごい結構大事になってくるから、その覚悟で、いてください。お願いします。はい。多分、苦労する。接客が。どうぞ。どうぞ。はい。じゃあ自己紹介しましょう。岡本龍斗と申します。だから大学生っていうのはちょっとビハインドというか、寮にも通えないしっていうのを考えたんですけど、チャンス今しかないと思って。なるほどね。じゃあ辞めることはないんだ。やっぱ卒業はしたい。したいです。なるほどね。なんか飲食店のバイトでお客様から手紙などをいただいた。手紙今もあるんですけど。それ何のバイトしてる時もらったの。サイゼリアです。サイゼで。てかめちゃくちゃもらってる。レシートに。あ、でもいいね。素晴らしい接客ありがとうございました。応援しています。肌が綺麗、居心地が良かったですと。その経験が結構その接客業でホストにつなげたいっていう部分もあって、僕的に多分一本で絞ったらマジで売れると思います。気持ちですね。マジ？いや、ちゃんとお客様を大事にできるかどうかってすごい大事じゃないですか。まあまあ確かに。そこを持ってそうだな。また手紙大事に取ってある時点でね、確かにね、これ大事に取っとくタイプなんだ。まあ垢抜けたら確かに。僕髪型結構いじるの好きで。年上の女の子は好きですか、女性の方は。僕はどっちかというと年上の方が好きです。ああ、そうだ、引っ張ってもらえた。今何してんの今。前髪立ち。あ、前髪？ちょっと。ワックス？やってみようかな。ちょっとやってみて。これヘアバームなんですけど。ちょっと違う姿見せて。じゃあ雰囲気変わるのかな。尖っちゃったね。尖っちゃったよ、なんか。長さはそんなないし、マッシュベースで切ってもらってるんで。俺前フレの方が好きだわ。そうですね。フレの方が好きだった。いや、これだってあれなんですよ、マッシュベースで切ってるんで、まあセットの仕様でね。そういう切り方してないんで、髪を。だから全然完全じゃないですけど、やるとしても今だとこんな感じです。かわいい。かわいい。かわいい。あと僕ローランドさんにも手紙書いて、もともとその5月の時点で書いてたんですよ。ちょっとじゃあ。ローランドさんって結構文字とか言葉とかを重視してるイメージがあったのと、
渡すなら直接がいいかなと思って、あと自分の直筆の方がまあ確かにな、その直筆のが嬉しいよ。確か俺もなんかいい気がしてきちゃったわ。どうしよう。今日一だと思います。今日一。いや今日一です。なるほどね。まあちょっと考えるわ、いろいろと。ありがとうね、手紙をね書いてきてくれて。僕はこういうことができてこういうメリットがありますよっていうものはあります。じゃあ売り込んでもらってもいいですか。自分ですか。今ねナイジェリアでもそうなんですけど、接客の難しさっていうのをたくさん学んできました。でもその中でも例えばじゃあどういったものが好きなのかとか、目線だったり仕草だったりを、徹底的に観察して、こういう例えを用いたら伝わりやすいのかとか、そういったものを誰よりも研究してきた自信があるので、従業員の方だけでなくお客様にも自分の観察力だったり良さを伝えられるように努力していきたいと考えています。面白くないね全然今の話は。面白くないね全然今の話は。例えば売り込んでくださいって言った時にもっと俺が興味あるような話をしてくれるかなとかをすごく見てるんだけど、対応力だったりとか話のね仕方だったりとか素敵な話だと思うんだけど、あまり面白くはないかなと。ここで仮に不合格だったとしても、面接を受けたり皿洗いからでもここにかけてくる思いは本物ですし。わかりました。ありがとうございます。全然消化不良でしょ。これはもう厳しいんじゃないですか。3期の時もうわやっべえと思ってましたけど、多分4期が一番やばいかもしれないです。お願いします。よろしくお願いします。お願いします。あれ？そうですね。お久しぶりと言いあれ？どうしたんすか？久しぶりのお久しぶりです。お久しぶりです。社長の息子ですよね。そうですよね。で、親御さんの父親のお父さんの会社を継がずにホストやりたいと。やりたいです。知り合いなんですか？この前指名してきてくださってって言わなきゃいけないぐらいの大金を使っていただきまして、やばい、もう俺お客様の感じだわ。いやホストやりたい。やりたいっす。プレイヤー向いてると思う？いや正直僕は、プレイヤー向きではないのかなっていうのが正直あります。いや俺もそうなんだよな。だから正直、内勤側ってどうなのかなって。できれば1回だけプレイヤーやってみたいですね。その自信っていうのはどういうところから？自信はですね、30で遅咲きって言われますけど、今の若い子にはない経験といいますか、お金を稼ぐ大切さみたいなのが、他よりかは分かってると言いますか。プレイヤーとして正直売れる未来があんまり描けない。選ばれる大義名分って何かあるかなってなった時に、人生経験あります。もちろんそれは強みだと思うし、そこを顧客が評価してくれるかなっていう考えた時に、世の中見渡したら人生経験いっぱいある人なんで、ざらに出会えるし、裏方として経営側に回ってくれるんだったら一向の余地はあるかなっていう。ローランド会長を指名してお店の雰囲気を体感しに行きました。ストレートに言うと、はい、ホストとして多分やっていくのは正直厳しいと思うんですよ。この業界から言われたらオジって言われる人が高いお金を払ってる女の子が来て、でその人が来た時にそのお金の価値とはっていう、やっぱり若い子だったりとか今一般社会でもかっこいいって言われる子だったりとかがついてからこそ、やっぱり高いお金を払う価値っていうのがあるから、そういう部分でホストの適性はないかなっていうのは。お疲れ様でした。今回俺結構レベル高いと思うよ。今だかつてないぐらい嘘やろ。マジで打率高えなって感じ。大好きな弱だからこっちは終わった後は、代表は消化不良。ダメだったんだ。過去一ないかな。過去一なし。そうなんだ。今度俺の結構。じゃあ1人目いきます。1人目のゆうと。ほらどう？なし。なし。なしだよね。俺もなし。
まあなしなしなら別にそんな議論ならないか。そうですね。ユニバ良くない？いやめっちゃいいですほらだから言ったじゃん。ユニバ来るってことは多分相当接客はさ、まあ面接厳しいから。あれ倍率どれぐらい？倍率めっちゃだから多分スタバなんか比になりません。ごめんなさい。スタバスタバには勝ちます。いきなりのスタバ入ると喧嘩売った。でもね、普通にかっこよかったスタイルもいいし、笑顔もいいし、ハキハキしてて、まあ、1000万は多分すぐ売れる未来が見えました。売れる絵は浮かぶから取らない理由は特にないかなっていう。まあだから採用でいいですか？じゃあユニバ採用で。次も良くなかった？なんかネックレス外させてちょっとローランドからグループっぽく、また丸ですね。僕三角です。俺も三角だよね。なんで普通のホストなんですよ。そう普通ですね。普通のホスト。うちのグループに来て、ローランドグループに入って、で、まあ、大阪店ザクラブ大阪に入店をして、そのザクラブ大阪のキャストとして俺はこういう風になりたいですってこういう風になるんでっていうものがあるのか、そもそも普通にまだホストがやりたいのか。他にはないところだと思ってるので、それをしっかりなんか人間性を高めれるような場所だなと思います。でもうちはね、そういう施設じゃないから、あなたの人間力を向上させますよっていう施設ではないのね、うちは。そんなの勝手にやってくれって話なんだけど、個性が。なんもない、引っかかりが全然なくて、今のレベルの大阪にはいらないから。まあ、普通すぎると。まあ逆に今本店だったら逆に輝きそうななんかぐらいの、まあ花がないわけではなかったから花は20丸で書いてあります。一線ぐらいまでだったら見えるライン。もう将来的なね。で採用で、だから東京で採用通知出しましょう。次が八木沼さんだね。八木沼さん。ボツでしなんか普通に、まずダブルワーク無理だよっていう。そんなね二足のわらじで売れるホスト甘くねえっすから。健吾、吉田健吾さんヘア目がダメな子っす。あ、そう、この子にさ、いやなんか髪型変じゃない、カツラとかって聞いてさ、失礼ですけど、カツラっすか？あ、違いますよ。カツラ感があるの。カツラだったらどうしてたの？買ってきてもらいます。面接来てカツラ取られる。なしです。らしいですね。これか高校生か。どう17歳。だからまあ君が本当に本気でやりたいんだとしたら、来年来たら雇ってあげるから来年おいで。どのうち変なホストクラブに行くんだったらうちに来いと。優しいね。そりゃそうですよ。今は光るものがなかったとしても、もしかしたら生まれるかもしれない。まあね、じゃあまあ来年期待しましょう。行動しようってするやつは何か生まれるんですよ。そこにかけてる。めっちゃ好きだったこいつ。誰ですか？直樹。これはもう唯一20丸。筋肉ルーレットをちょっとできますね。筋肉ルーレットできるの？行こお、すごい体してんな。おー、してる。おいそこの筋肉売れるのかい売れないのかいどっちなんだい。動き始めました受かるのか受からないのかピッ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 わからないまあもうこれ採用でいいよね。ちょっと採用で。満場一致はこれ。満場一致ですね。あ、次あれだ、殿の今日一。そうっすよね。そうっすよね。あ、やっぱ一緒。お前らと仲良くできねえよ。でもユーシさんが激詰めしてました。いやそれ俺もな激詰めはしなかったけど、そのさいい理由をさちょっとそのプレゼンして俺らに。でも素材は僕普通に素材はね。リンクみたいな感じだったんですよ。遠坂？だってリンク。遠坂にはならないよあれは。その系統がじゃなくて磨けば光るってことでしょ。だってリンク今全然違うじゃないですか。まあリンはあの時は本当に重くさかったから。なんか顔に個性があるなって感じします。そうですよね。分かりやすいですよね。顔。わかりやすい。俺が気になったのはなんか髪型した時のリアクションが、あ、これなんか注意した時に結構癖あるタイプのなんかこだわり強くて。まあ難しいとは思うよ、マネジメントは。まあでも最後に落ちたらどうするって聞いたら、いやまた普通に面接行って皿洗いでもいいんでやりますって言ってたんで、三角から丸ハテナになってます。雇う？いや僕も今日一やと思うんですよ。じゃあいいよ、あなたたちの今日一信じますよ。可愛かったですよ。ほんまにユーシさんに激詰めされて泣きそうになりながらも立ち上がってたんでずっと。さもんね。なんかあり？雇っていいかなって感じですね。まあ普通のイケメン。俺らの中では
シャイすぎる。顔面レベルだったら女の子から無視されることはないと思います。いやでもそこが問題なのよ。なんかさ、中途半端なかっこよさがなんかさ、変にさ無駄に自信だけついてでやってみたらさ、あのぐらいの顔面レベルなんでさ、本店ゴロゴロいるわけじゃん。で送り取れないでしょ。でヘルプついてもさ、シャイだから喋れないでめっちゃ時間かかると思う。売らせる自信はありますけどね。本当。明日見て決めるパターンでもいいよ。いや妥協レベルでもない。順当に取ろうかなっていう。妥協レベルでもない。オーディション関わらず面接来たら、話して未経験だとしたら雇うレベル。まあいいよ、じゃあ取ろう。これは大阪で本店で。なんか本当スターに会いたい今日は。お願いします。確かになんかちょっと雰囲気あるわ。俺結構あれなんだよ、甘いのかな。気持ちが1ミリもない。ホスを本当に向いてないと思いますよ。あなたが入りたいだけなら俺らは別にいらないわけよ。話にならない。モテそうだもんだって。モテる。体格やつは俺売れるっていうさ、すごい。すごいね。採用基準で言うと俺は足してんじゃないかなって思うな。五十嵐翔平です。はい。よろしくお願いします。なんチャラめになるんだ。こういうやつらがさ立ってるホストクラブ、なんかさいい店感あるわ。いいわ。いやお前もしかしたらめちゃくちゃ売れるかもしんないよ。